今日も一日お疲れ様。お疲れジャパニーズのゆりこです。このチャンネルは日本語を勉強している皆さんと一緒に夜寝る前に日本語と日本文化をゆっくり楽しく勉強していきます。さて今日は少しだけ誤解されやすいテーマをお話しします。時々ソーシャルメディアを見ていると、日本人の女性ってサブミッシブなんでしょ？そんなコメントがよく目に入ります。でも私はこの言葉を見たり聞いたりするたびに、これは日本人女性の性格の話ではなくて、コミュニケーションの文化の違いの話だなぁと思います。中にはね、いやそんなことない。結婚する前はそういう雰囲気だったけど騙されてたなんていう風にねコメントをする人もいて、それもそれでちょっと失礼な話だなと思うので、今日はこのあたりをかなりね、深く、踏み込んでいきたいと思います。まず日本ではあまり直接ノーと言いません。例えば誰かに食事に誘われた時、ちょっと難しいかも。また今度ね。予定を確認しておくね。日本ではこういう言い方よくします。でもこれははっきりした断りです。でも多分英語圏では違うのかもしれません。英語ではね、ノーはノーと言わない限り、まだ可能性があると受け取られることが多いんですね。だから外国人男性は、彼女は断らなかった？シャイなだけだと解釈します。時々これはワンナイトみたいな場面でもあるかなって思うんですけど、多分ね、日本人女性はやんわり断ってるんですね。ただし男性側が拒否されたというふうにね、ちゃんと認識していないケースがあるのかなって思います。とにかく日本人女性ははっきりノーというふうに言うのが、慣れていません。つまり日本人女性というのは拒否することができない女性なのではなく、礼儀を保って断っているんですね。次にですね、日本の会話の特徴があります。日本では相手の話を最後まで聞いたり、途中で否定しなかったり、へえ、そうなんだ。へえ、といった相槌を打ったりします。これは同意ではありません。会話を気持ちよく続けるためのマナーです。でも英語圏では反論しないことイコール賛成していると感じられることがあります。例えば日本人女性、へえ、そうなんだ。外国人男性の理解としては、彼女は僕に共感している。ただ実際には会話を円滑にしているだけということもあります。ここでは日本人女性の優しさが従順さに見えてしまうんですね。そしてさらに大きいのが文化のタイプの違いです。英語圏は言葉で気持ちをはっきり伝える文化。好きなら好き、嫌なら嫌と言います。一方日本は空気や関係性を大切にします。気持ちをそのまま言葉にしないことも大人のコミュニケーションと考えられています。英語圏では主張する人は自信がある人に対して、日本では配慮できる人が大人だと考えられています。だから反論しないイコール弱いではなく、関係性を壊さないようにしているという意味なんです。そしてもう一つ、ポップカルチャーの影響もあります。例えばアニメ、
アイドル文化、メイドカフェ文化、そして AV 産業。これらはすべて男性に合わせる女性をエンタメとして誇張したものです。つまり外国人の多くにとって日本人女性の初期イメージは現実の女性ではなくてキャラクターです。そして来日して礼儀正しい、否定しない、優しいを実際に体験するとフィクションが現実だったと認知が補強されるかもしれません。これをね、心理学では確証バイアスと言います。では、日本人女性は特別に純情なのではな、従順なのでしょうか。むしろ逆です。日本人女性は対人衝突を表に出さないだけで、意思決定はかなり主体的です。例えば、典型的な例として、結婚の最終決定権、そして家計の管理、人間関係の主導、交際の終了。つまり英語圏は言語的な主張が主体性ですが、日本は関係コントロールが主体性です。外国人男性は言葉の主張が少ないから主体性が少ないと誤認しますが、実際に結婚してから女性の方がね、子育てとか家事があるから、私は家庭に入ります。会社で働くのをやめます。と言って、専業主婦になった場合、誰が旦那さんのお金を管理するか皆さん想像できますか？ほとんどのケースでは、奥さんが旦那さんのお金を管理します。中にはお小遣い制といって月に3万円とか、5万円といったお小遣いを渡してもらい、それでね、お弁当代だったり飲み会だったり、そういった娯楽のお金を使う必要があるなんていうケースも少なくはないんですね、実は。ここで日本語の面白い言葉があります。それは尻に敷かれるという意味です。尻に敷かれるは配偶者や恋人、特に妻や彼女が家庭内の主導権を握っていて、男性が逆らえない状態を表す慣用句です。敷くっていうのは上に乗って支配するというイメージの動詞。つまり直訳すると、妻が夫の上に座っている状態です。もちろんこれは物理的な意味ではなく、権力関係の例えですが、江戸時代の家庭観から来ているそうです。表向きは男が外、女が内ですが、実際の家の運営、お金、人間関係、生活は妻が握ることが多かった。つまり、外では夫が強い。ただし、家では妻が強い。その様子をユーモラスに言ったのが尻に敷かれるです。なので、外国人が誤解しやすい点として、海外では従順な女性イコール弱い女性と見られますが、日本ではしばしば逆で、外では優しい女性、家では主導権を持つという構図があります。つまり日本の文脈では、外では夫が強い、社会的役割ですね。しかし家の中では妻が強い。このバランスを表す言葉が尻に敷かれる。なので日本人女性はサブミッシブどころか、日本語の中には男性が妻にコントロールされているという、言葉がね、昔から普通に存在しているわけです。さて、他にも似た日本語があります。頭が上がらない。妻には頭が上がらないよ。よくこんなフレーズを聞きます。お世話になっていて逆らうことができないという意味です。また、カカア殿下という言葉もあります。カカア殿下は
妻が家庭の実権を握って天下を取る。そんなね、ニュアンスになっていますが、本当にね、それぐらい日本人女性は本当はすごく強いんですよ。皆さん。日本人女性を誤解してはいけません。はい。ちょっとね、話が脱線しますが、日本の女性というのは主張をしないのではなくて、言葉で主張しないだけです。誰と付き合うか、いつ関係を終わらせるか、どこまで距離を近づけるか、そういう大事な決定はとても主体的に選んでいます。よくね、女性は男性を手のひらで転がすなんていう風にね、言う人もいるぐらい言葉では言わないの。手のひらの上でまるでね、転がされているような、そういう風なコントロールの仕方をするのが日本人女性なんですね。はい。つまり日本人女性が従順なのではなく、日本の礼儀と関係を大切にするコミュニケーションが英語の文化から見ると従順に見えてしまうわけなんです。文化が違うと同じ行動でも意味が変わります。もし日本語を勉強して日本人と仲良くなりたいなら、言葉だけではなく、どうしてそういう言い方をするのかも少しずつ知ってくださいね。そして日本人女性が従順だと思って、そのね、可愛い顔に騙されて結婚すると、もしかしたら家庭の実権を握るのは日本人女性かもしれません。皆さんはね、その覚悟を持って、日本人女性と結婚していただければと思います。というわけで、今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでください。それではおやすみなさい。